皆さん、こんにちは。お絵描きバーチャル YouTuber のやきまえるです。今回ですね、解説付きでイラストメイキングやっていくんですが、撮影のために今回ね、皆さんにお伝えしたい内容を箇条書きしてみたんですけど、かなりね、有料級な内容になっちゃったんですよ。最近自分が頑張って身につけたことを全部ね、話しちゃう動画になるので、正直ね、動画にしたくないくらいなんですが、まあ紹介しちゃうのがね、このチャンネルです。で、今回描いていくのが、スクエアエニックスさんからご依頼いただいたディープインサニティアサイラムというゲームのカウントダウンイラストのメイキングになります。指揮官のベーラ・ルスタモアというね、キャラクターを描いていきたいと思います。こちらのキャラクター、赤、黒、白のね、配色でかっこいい見た目でね、すごいね、好きなデザインだったんで、描かせていただきました。メイキングはね、もちろん公開許可をいただいております。スクエアエニックスさん、ありがとうございます。こちらのゲームなんですけど、今僕が撮影している段階ではね、まだね、リリースしてないんですが、ゲームの主題歌をホロライブのかなたちゃんやとわ様が歌ってたりして、めちゃくちゃね、楽しみなんですよ。もしね、興味がある方いましたら、概要欄の URL からダウンロードしてみてください。で、今回のイラストなんですけど、ゲームのイラストがあんまり萌え系とかアニメっぽいっていう感じじゃなくて、結構ね、最近流行りのリアル系の絵柄になっているので、僕も結構ね、リアル寄りで厚塗りっぽい感じでイラストを描いてみたいなと思っています。で、今流しているこちらの映像、オーラフからラフを描いている映像になります。で、オーラフ自体は自分の自撮り写真とデザインドールというね、アプリで作った 3D モデルを参考にオーラフを描いています。自撮り写真をね、使っちゃってるんで、オーラフのメイキングは省略させていただいています。で、こちらのイラストなんですけど、イラストを描くにあたって、いろんな資料を集めています。で、今回集めた資料はこんな感じで、まず、ピュアレフというアプリケーションで資料を並べて、僕はイラストを描いています。で、この下の方にある自撮り写真と、このデザインドールで作った 3D モデルを参考に、まずオーラフを描いています。そしてキャラクターの資料や世界観の資料っていうのを貼り付けています。こちらね、公式ツイッターからね、持ってきたのでね、見せていいかなと思うので、モザイクはかけていません。で、今回なんですけど、僕、ラバースーツを描くのが初めてだったので、ラバースーツ関連の資料をいっぱいね、集めてきました。まずね、こちらの右側にあるのが、講座がいっぱい掲載されているサイトの講座です。ただ、こちらの講座、結構ね、エナメルっぽいっていうのかな、テカテカした感じの質感になるイラスト講座だったんで、今回のキャラクターはもっとね、ザラザラした質感のラバースーツだったので、あんまりこの描き方では描かずにね、こういう感じで描くんだなっていうのをさらーっと見た程度になっています。で、あと、モザイクかけてあるんですけど、ラバースーツのね、写真をネットでいっぱい拾ってきて並べています。で、資料はいつもね、こんな感じでいろいろ集めています。絵を描く上で資料集めっていうのは本当に大切なんで、ぜひね、皆さんもやるようにしてみてください。そしたらね、ラフの段階でざっくりね、陰影のイメージをつけています。そしたら、ここからね、色塗りに入ります。実はね、今回、いつも僕がやっていない塗り方にチャレンジしてみました。今回のイラスト、カラーラフの提出があったのと、あとね、最初に言ったように結構ね、リアルっぽい感じのキャラクターだったんで、リアルっぽい感じに色を塗りたいっていうこともあって、カラーラフの色を清書の時にパーツごとにマスクして使うっていうような方法で絵を描いてみました。この描き方なんですが、アンミ先生やラック先生のメイキングでそういう描き方をしているものがあって、あ、そういう描き方もあるんだなくらいにね、思ってた方法なんですけど、いかんせんね、難しそうなんでね、やってなかったんですよ。なんですけど、ちょっと前に、かかげ先生や竹花ノート先生と、絵を描く時間を短くしたいんですっていうね、話をしていた時に、カラーラフの清書への活用っていうのをね、めっちゃ勧められて、今回カラーラフも提出するからどうせしっかり描くし、ちょうどいいやということでね、やってみることにしました。で、結果的にこの描き方ね、めちゃくちゃ良かったです。まずね、描いてて楽しい。イラスト描く
時にすごいつまらない工程ってあるじゃないですか。ルーチンワークみたいになっちゃって、例えば線画とか色を塗る時のまず1影つけて2影つけてみたいなね。そういうつまらない感じの工程がごっそりね減るので、すごいイラストを描いていて楽しかったです。で、あとね、すごい良かったのは、カラーラフと完成のブレがね、ほとんどないところが良かったです。よくイラスト描いてると、ラフと完成イラストの印象がなんか全然違くなっちゃって、なんか微妙だなって思うことってあるんですけど、今回のイラストはもうかなりね、カラーラフの印象そのままにイラストを完成させることができたなと思います。で、あともう一つ良かったのが、普通に描いていたら選べない色が載せられるのが本当に良かったです。カラーラフの段階であれこれ色をガサ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 乗っけていくので、清書の段階でもういろんな色がね、すでに入ってるんですよ。そこがすごい良かったです。あとね、ラフの段階で色味っていうのをバシッとね、決めれるところもね、すごい良かったです。で、今回カラーラフの段階でグラデーションマップというものをね、使ってみました。グラデーションマップっていうのは、こうなんか写真加工とかでいろいろセピア色になったりとか、面白い色になったりとかするようなのって、スマホのアプリとかでよくあると思うんですけど、あんな感じの機能になります。で、このグラデーションマップ使うといいよっていう話はいっぱい聞いてたんですけど、グラデーションのパターンを集めるのがめんどくさくて僕使っていなかったんですよ。まあね、いい機会だし今回使ってみようかなという感じで頑張ってグラデーションパターンを集めてきて、今回ね、使ってみました。で、このグラデーションのいろんなパターンはね、クリスタの素材サイトにいっぱいアップされているので、そこからね、人気のやつをいくつかダウンロードしてきました。グラデーションマップは自分じゃ使わない色っていうのが混ざるのや、偶然エモい感じの色味になったりするのがすごい面白かったです。でもちょっとね、強く入れすぎちゃうと写真加工アプリで色味を変えたみたいな感じですごいね、その色味の印象の方が強くなっちゃうので、気持ちうっすらね入れて、ちょっと面白みとか統一感を持たせるぐらいにして僕は使用しています。で、それだけだとね、ちょっと背景と浮いていたので、さらにね、オーバーレイとかを使って色味を調整して背景に馴染ませています。はい。で、カラーラフができたので、次は清書に入りたいと思います。まずね、背景から描いていきます。で、背景はね、ざっくりとラフの段階で描いてるので、ラフに対して写真合成というね、ことをやって情報量を上げることで清書しています。で、この写真合成っていうのはイラストに写真を合成することによって絵の情報量を上げる方法です。これやるとね、一気にこう密度がガッとね、上がるんで、ぜひね、使ってみてください。で、こちらのね、写真合成に使っている写真なんですけどね、もちろんネットで適当に検索して出てきた画像とかを使ってるわけではありません。こういう風に使用していいフリー素材を使っています。僕は Pixabay というサイトでね、画像をダウンロードしてくることが多いです。なんかね、他にもいい画像サイト知ってるよっていう方いたらね、ぜひコメント書いてくれると嬉しいです。で、次はね、キャラクターのイラストになります。まずはね、線画を起こしていきましょう。カラーラフでここまで描いてると、立体感がね、見えてくるんで、線画がすごい描きやすくて良かったです。で、線画を描いたら、次はね、パーツごとにカラーラフを分けていく作業をします。で、最初にパーツごとにマスクするって言ってたんですけど、僕はね、ちょっとマスクが苦手で、なんで苦手かっていうと、マスクしてるレイヤーを選択するときに、自分がマスクを選択してるのか、ちゃんとレイヤーを選択してるのかが、ちょっとわけわかんなくなっちゃって、操作をね、ミスることが結構あるんで、今回はパーツごとに色を塗って、カラーラフをそれぞれのレイヤーにクリッピングしていくという方法でパーツ分けをしています。で、ここまででなんかカラーラフやらクリッピングやらオーバーレイやらカタカナの用語がいっぱい出てきてわけわかんねえよってね思っている方いましたら、僕ねこちらのデジタルイラスト超入門講座という動画を上げていまして、こちらの動画の中でね説明しているのでね、ぜひねそちらを見てみてください。用語がわからないとせっかくねこうやって僕が今説明してても何言ってるかわかんなくてね身にならないのでね、まずはね基本をマスターしてもらえると嬉しいです。で、パーツごとに分けましたらね、こっからはもうただ綺麗にしていきます。ちょっとね映像だとね変化が少ないので倍速をね強めて流していきたいと思います。
ただね、人によってはね、この少しずつ綺麗になっていく映像が気持ちいいっていうね、感じあると思いますので、そういう方はね、ぜひ気持ちよくなってもらえたらなと思います。で、あとですね、こちらのキャラクター、結構ね、全体的にサイバーパンクなね、今時なね、おしゃれな模様がいっぱい入っているので、模様もあちこちにね、書き加えていきたいと思います。こういう細かい描写とかね、細かいパーツとかは最後にね、書き足していく方が楽なんで、自分は好きです。綺麗にするのが終わったら、最後にね、オーバーレイで色味を調整したり、細かいところね、書き足しとか調整をしていって、最後にキラキラとしたエフェクトを加えて光を差し込ませたら、こちらのイラストは完成になります。やきまえるのお絵描きチャンネルではお絵描き関連の動画をアップしています。最後まで見てくれたあなた、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では